皆さんこんばんは。フォーラム8プレイス玉木のスポーツジャーナリズムの時間がやってまいりました。MC のスポーツライター小崎です。このチャンネルはスポーツ文化評論家玉木正之を送る既存メディアとは異なる視点でスポーツの真の問題点を取り上げ考える番組です。コメンテーターの玉木正之さんです。よろはい、よしくおろしくお願いしま願いします。2す。回連続して竹さんはい。からものすごい話をいろいろ教えていただいて、はい。私が目から鱗が何枚落ちたかわからないっていうぐらい目鱗状態になりましたけども、はい。今回も小山さんよろしくお願いします。はい、よろしくどうお願いしまぞ。す。今回は、ちょっとゴルフからもっと範囲を広げて、スポーツはいはい。界おかしいぞという日本のスポーツ界の話をしたいと思うんですが、はい。竹さんが書かれた本で、日本のゴルフ、ここまで書いたら丸されるという、丸されますね。丸されたのかどうかはともかく置いといてとしましはい。ても、そこの本、大変面白く読ませていただいたんですが、その中で大谷翔平批判をきちんとされているという、ほとんど日本で唯一ではないかというか、記述が出てきたっていうので、ああ、まずいな。これは私なんかを逆に恥ずかしくなって、自分がそういう批判をしなかったと。要するに、竹さんが、通訳の、一平さん水原がですね、一平さん。ササンティと。金を盗んだかなんだか流したか知らないけれど、野球賭博をやっていて、それで大谷翔平のお金から使ってやっていたっていうのを、それに対して竹さんが、そんな管理をきちんとしないでもいいスポーツマンっていうのはおかしいという書き方をきちんとされていたって。これは私は目鱗でした。本当に竹さんありがとうございました。ご指摘いただい俺て。余計なこと書いちゃったな。いや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 、日本で唯一ですよ。本当、大谷批判をしたっていうのは。でもやっうん。ぱりそう、本当にそう思われたわけですよね。でも、得てしてビッグスターってみんなそうっすよね。アメリカもそうなんですよ。やっぱりそう、やっぱりというか、だって、チャールズ・そうですか。バークレーだってそうだったし、はい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 。チャールズ・バークレーだって自分の契約金がなくなってたんですよ。うん。ああ、そん何に使ったなことも、かわからないですけど、僕の大好きなアーティストの矢沢永吉さんだってマネージャーが使い込んじゃったじゃないですか。そうですね、そうですね。ありましたね、それ。じゃないですか。だからやっぱスーパースターになると、うん、まあそこまで細かく管理しないのかなとは思いますけど、うん。でもやっぱり起きちゃいけないことですよね。そうですね。本当、そういったところはきちんとしているというか、それこそスーパースターになれば額も多くなるわけですから、うん、雇えばいいわけですよね。それをきちんとしてくれる人なんかを。でもあのタイミングはね、もう完全に大谷さんがご結婚されるタイミングで、そうで奥すね。様が入ってきて、あなそうた口座ですね。どうなってんのっていうとこから始まってると思うんですよ。そうです、そうですああ、ね。なるほど。だから結婚してなかったら分かんなかったと思いますよ。なうん。るほどね。でも、そういうなんか指摘をしないジャーナリズムといいますか、メディアといいますか、そのあたりも結構問題ですよね。多分ね、日本のメディアもアメリカでうん。生活してないから、多分その銀行ってどうなってんのっていうところからだと思うんですよね。それは私なんかもわからないな、そ通この帳がないから、ところは。アメリカは。何がないからっていう。紙の通帳がないんです。あ今、要するにネットっていうか、コンピューターとのオンラインだけでっていうオンことですか。ラインっていうか僕が言うときには自分のチェックブックってのは小切手を書いてやってましたから、小切手ですから、デビットカードって今デビットでこう銀行のクレジットカードにうん。クレジット機能がついてるのがありますけど、はい、はい。僕たち行った時はもうそれはないですから、みんなチェックブックを持ってて、小切手こう支払うわけですね。やり取りする。チェックブックに残高とかは書いてあるわけですか？書いてないです。いくら自分それはが持ってる。もう銀行さんとお約束っていうか契約をして、1ヶ月のステートメントを送ってもらう契約すると、紙に書いたやつを送ってきますけど、通帳っていうのはないですよ。一月に一回あなたはいくらで今、ストックがありますよってあ、いうのは、それわからない人わからない。一月に一回は来るわけです。はい。だけど。ももしくはうそれは、銀行で ATM でカードで、キャッシュカードで ATM 行ってお金を下ろせば残高は出ますよ。なるほどね。でもそれ自あ体を多分、
大谷選手はやってなあ、かったんそうか。ですよね、自分で。ああ、そこのところを知らずに、一平が盗んだとかなんとか言ってても、盗み方がわからないとそうですね。ですから、知らないですよね。ATM のカードで下ろしたりやるのも、多分一平うん。君に任せていて、うん。自分は銀行のその自分の口座に紐づいてるクレジットカードを何枚か持ってて、いつもそのクレジットカード払って銀行引き落としだったんじゃないでしょうかね、なるほ多分ね。どね。だからそのシステムが分かってないと多分日本の記者もだってなんでって。なんで、そうだよ。なんでですね、本当。なんで電子じゃないですか。しかも電子でやってるわけだから、電子うん。でギャンブルやってたわけでしょ、彼は。そういうことですうん。ね。でしょだからデビットで、だから彼のクレジットカードが、じゃあ、銀行うん。のカードが紐づいてるわけですよ、デビットで。はい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 。で、それで落っことしちゃってたわけでしょだからステートメントっていうか、クレジットカード会社からの明細も見てないはずですよ。ああ、なるほどね。まあ、それだけ野球に集中してたってことなんでしょうけど、でうも、そもそもん。アメリカだったら人殺しにもされちゃいますもんね。うん。おーっと。そう、だっそうですか。て、冤罪だってあるでしょ、じゃあ。ああ、そういう意味じゃ、そうやっぱりだか。から自分で自己管理っていうのはある程度できないと、まあでもみんなるほど。な契約書だってもうこんな熱くなっちゃってね、ペーパーね、ワークだっそうて。らしいですね。もう、そんなああ、の全部読めないというようなそうもですよ。のらしいもう、ね。メジャーリーグって映画の通りだと思いますよ。はい、こんなクソペーパーにしょんべん引っ掛けてるってしょんべん引っ掛けちゃうやつと同じで、そうそうそう大きな電話帳みたいなのそうです。持ってきて、ここに書いてあるからどうのこうのが言ってましたね。なるほどね。そういうところまで行ってしまった。ただ、これ話をだいぶ戻しまして、はいはい。私、1964年の東京オリンピックの時に一つ面白いはいはい。話を見つけまして、うんうん。というのは、竹さんならご存知だと思いますけれども、水泳でショランダーというのがいましたよね。はいはい。金メダルを4つぐらい取った素晴らしい。彼やなんかが1964年の東京オリンピックにやってくるには、アメリカから飛行機に乗って、ハワイに行って、ガムに寄って、それから東京までうん。来たというような過程があったわけですね。それで来た時に、新聞記者たちが、記者会見をして、そんなに長い間、飛行機に乗って何をしていたんですかっていう質問をしたら、はい。シュランダー選手が本を読んでいたって言ったんうん。ですね。その時に、会場がざわめいたらしいですね。うん。スポーツうん。選手が本を読むっていうことで、みんなが驚いたっていうのが、記録を発見しまして、やばいっすね、それ。ああ、そんな感じだったのかっていうことだったんですけど、アメリカではそこまではひどくはない。いや、いや、ですか？その格差はあると思いますよ。あ、やっぱ学校はり。でも、大学スポーツまで行った人たちはね、はい。GPA はい。取ってちゃんと平均偏差値取ってなきうゃ、ん。はい。入れませんから。入れないですし、はい。でも、アメリカだって大学いろいろじゃないですか。まあまあ、それはそうみたいですね。はい。そうなんですよ。だから、まあ、うまくやれば、GPA は取り続けることはできると思いますけどね。なるほどね。そういう状況の中での日本のスポーツ界っていうのは、やっぱりあれ、竹さんなんかアメリカ長かったんで、日本のスポーツ界おかしいぞっていうところは結構あるんじゃないですか？いや、特に今はね、刑事犯罪がいっぱい出ちゃいましたもんね。薬だとかね。なんだあれはっていう感じあれはやっぱりすですね。ごいなと思いますよ。あれだけ人前に出るスポーツでいい思いしてるスポーツ選手たちじゃないですか。どちらかというと、まあ、そうプロですね。野球なんどちらかていうのは。というと。で、それでもやってしまう。なぜか麻薬に手を出したり、大麻に手を出したりとかっていう、そこら辺のなんか自制心というか、それが欠けているっていううん感じですかね。不思議ですよね。うん。民事の中のね、はい。女性を好きになったとか嫌いになったとはい。かっていう話だったらまだ可愛いと思うんですよ。はい、はい、野球はい。選手もいっぱいそういうことやってますけど、はい、はい。でもやっぱり法律に触れることをしてる法に曲げてしまったらルールを曲げるってことでしょで、そういうことお前らじゃですね。あ野球のルールでちゃんと野球やってんのかっていう話になっちゃいますからね。そう、なるほど、なるほど、なるほど。あれが、ルールを守ってやらなければスポーツってのはできるもんじゃないですからね。あとルールブック読めるんですかっていう話になっちゃうわけですよ。多分野球のルールブックは読んでないと思いま読んでないですね。すね。読んでないでしょだっで、て、ゴルフのだってルールブックだって難しいですよ、言葉が。
ゴルフのルールブックすいません。私は読んでないので、あれなんですか、あれ、問題ですけれども、はい。結構分厚いんですか、ゴルフのルージェネルブック。ラルのルールブックは厚いですよ、結構。うん。で、ああ、そうですか。難しく書いてある、やっぱり。ああ、野球のルールブックはやっぱり新書一冊ぐらいあるんですよね。はい、あるでしょうね。ほんで結構読まないんですよね。普通、記者の人でも読んでないでいや、すよね。読んでないでしょ。それはもうただ、審判になる人だけですよ、読むの。多分。いやいやいや、野球のルールブックってめちゃくちゃ面白いのは第3条にですね、相手チームよりも数多くの得点を取ることを目的とするって書いてあるんですよ。素晴らしい。素晴らしいでしょ？素晴らしいですね。これやっぱり野球はね、間違えるんですよね。得点を多く取って勝つことを目的とするのか、自分がヒットさえ打ちゃ喜ぶのかっていうのをね。それを目的にきちんと書いてあるっていうのは、もう野球のルールブックの最高の素晴らしさだと思うんですけれどもね。あれやっぱアメリカが作ったゲーム。メああ、ジャーリーグのルールですかね、あれはね。そうです。日本が翻訳しているだけですからね。ただ翻訳してるだけですからね。ただ、例えばストライクゾーンの、処置なんか、大きさのうん。記述うん。なんかは、アメリカのそのルールブック読むと、例えば下の低めのところはトップオブザニーって書いてあるんですよね。ああ、やっうん。ぱそう。膝上まあ、だね、じゃあ。トップオうん。ブザニー、それあ、は日膝だ。本語に訳したら膝上なんですよ。ね。になっちゃうでしょ。ででも、すけど、多分トップオブザニーっていうことは、膝の真ん本当に。中だよね。一番。まあ、ほとんうん。ど真ん中が、ね。むしろ下になるかもしれない。膝を曲げた場合。要するにトップああ、ですよね。そういうことですね。うん。トップですよね。そしたらそれを膝の上って書いてあるから、うん。ストライクゾーンがそもそも違うっていうのがあったんですけれど面も。白いね、それ。でも野球もそういうのは、野球じゃごめんなさい。ゴルフもそういうなんてありますか？ゴルフもジェネラルルールは基本的には日本はタッチしてないですから。そうか。R&A とう USGA ですん。から。ああ、なただ日本るほど。の競技員の方で、はい。その R&A とか USGA まで行って、うん。その競技員たちだけのそのミーティングがあって、来年ルール改正の年だけど何か付け加えたいルールなのかっていう、そういうコンベンションがあるみたいですけどね。なるほどそれ変えるとね。きはね、選手に聞きますよね。うん。R&A 選手にとかが。聞いて、これどうだっていう。こういうルールはどうですかみたいな。それは選手会かなんかに聞くわけです。いや、ですか？各ツアーからこうみんな出うてきますかん。ら、あルールオフィシャルの。なるほどね。その辺は選手の意見を聞くという意味では、やっぱりプラスになってるっていうことでしょうかね。まあ、選手たちはでもそんなにルールに対して、こんなルールっていうのはないですよね。今回の、だから、ワールドカップの選手交代の時の、はい。あ、入るタイはいはい。ミングはあれ大問題になると思うけど、そうですね。10秒以内に戻ってこいというのは、とか、アイスランあと1分ド戦で以内10に入ってい秒はかちょっと、なきゃいけない。うん。ありね。ましたですね。でも多分あれ、まあ、ああいうのは選手の、声はほぼ聞いてないんでしょうね。うん。ただ、なんていうんですか、ワールドカップのルールの中で、水を取るのが入りましたよね。で時間を取るようにって、前半と後半で。これ熱いからでしょうね、やっぱね。いや、あれ違うと思いますね。何なんですか、あれは。コマーシャル入れるためですね、多分。出ました、アメリカですよ。そうですよね。絶対そうだと思いましたね。水ぐらいいつでも取れますよ。コーナーキックの時でも、ゴルフの後ろ、ゴールの後ろにある水なんかでも取今でも れますから J リーね。グは給水時間っていうのをまあ、作ってます。うん。いや、だから多分それをヒントにしてるとは思いますけどね。J リーグで作ったのは結構真面目に作ったと思いますよ。まあ、もっと、暑いからっ本当に日ていう。本は暑いん暑いで、からね。あれです。うえん。なるほどね。どうですか、竹さんなんかアメリカ生活が長かったんですけど、日本の、スポーツ中継とか、スはいはい。ポーツのあり方とか見て、何か気づいておられることとか、これはおかしいぞってありますか？まず、だから生放送じゃなかったですよね。え生放送じゃなかったです。ライブじゃなかったです。ということは？だから、ゴルフの中継はほぼ全部録画でしたから。なるほど、ゴルフの場合ね。1990年代の95年の時にそのゴルフチャンネルっていうのはできたわけです、アメリカで。はいはいはいアーノルド・はい。パーマーとジョー・ギブスっていうのが作ったゴルフ専門局、ゴルフチャンネルっていうのができたんですよ。はいはいはいで、はい。それまで PGA ツアーも週末しか生放送やってなかったんですけど、ええ。いわゆるウィークデーの予選ラウンドまではゴルフチャンネルがやるようになったんですよ。はいはいはい。それで、僕も解説担当してましたけど、全部ライブなんですよ。全部ライブなんです。はいはいはい。ゴルフ中継全部ライブなんですよ。うん。
もうなるほど。1990年代、もうライブ中継は、調べたら、ハワイアンオープン、1965年から始まるハワイアンオープンの1968年ぐらいから生放送やってるんです、アメリカって。ああ、そうですか。だけど、日本はもうずっと録画なんですよ。それなぜかというと、ゴルフっうん。てお尻のわからない試合。そうですよね。そうすあれが、ると、放送の枠に入らないと困るからっはい、つって、はい。録画にしちゃったんです。ああ。いや、ただまあ、録画だっていうことがはっきりとはわからないような形になってますよね。もちろんだって SNS もないですし、えそのツールがない時代でしたから、それでごまかせはい。たんですけど、ええ。今はわかるようになライブスりましたよ。コアだとかつぶやきで出ちゃうわけですよね。そうですね。見になる行ってる人がほどね。つぶやいちゃうわけですよ。ああ、そうか。もうだかうん。ら、できなくなっちゃったんですよね。うん。うん。やらざるを得なくなったんですけど、そうすると地上波手放さなきゃいけないんですよ。ああ。地上波はもう枠が決まってますから。はいはいただ はい。BS は延長枠があるんですよ。はい。なのでゴルフの中継が BS にどんどん流れていったっていうのはありますね。ああ、それはBS っていうのは NHK だったりとかの問題じゃなくて、民放の BS ですね。そうです、そうです。日本、なので、東京のネットの BS。ああ、僕アメリカでだから解説、1996年から、2007年までやってましたけど、はい。バンバン言うわけです、アメリカからの放送の中で。こちらはライブでやってます。日本残念ですね。で録画で。言ってるわけですよ。そしたらやっぱりその番組審議会の中にゴルフ界の重鎮もいましたから、はい。あいつは余計なこと言ってるからやめさせろってことになるわけですね。その人がライブなんかできるわけねえじゃねえかって言ってた人なんですけど、今、第一声が、やっぱりゴルフはライブですよねって。いいな。でも、まあ、日本のテレビなんかでもチャンネル数が多くなって SNS がこれだけ発はいはい。達してきたら、だいぶ変わりますよね、これからはね。まあ、だからそれ変わらざるをなる得を得ない。ずに、女子ツアーはもう今から9年前になるのかな、小林弘美うん。会長が放送権は私たちが握りますと。うん。で、ライブ中継にしますと。今ね、ですから全部ライブで Unext で見れるようになりましたけど、ただ地上はい。波は見れないんですよ、やっぱりね。ああ、そうですか。昨日うん。のリゾートトラストの試合も結局ライブじゃないですもんね。あうん、録画あ。そうですね。中継で地うん、上波出してまそうすから。ですよね。うん。それ、まあ、すいません。私はそのゴルフ中継をそれほど楽しんだこともない人間なので、面白くもなんそこ、ともないですよ。え面白くもなんともないです。そう言ってもらえれば何と答えていいのかわかんないんですけれども、だっあの、て、今、四大メジャーを地上波で見るのはマスターズだけですからね。ああ、なそうるほですね。どね。そうなっちゃいましたね、もう。で、うん、そのマスターズも CM いっぱい入るでしょ。入りますね。多いですね。いますし、やっぱり松山君のハイライトになっちゃうでしょ。はい、そうですだから実ね。際のトーナメントがどこでどうやって動いてるのかわかんないですよ。ああ、で僕は映像はつけてますけど、うん、音はその、うマスターズレデん、ィオっていうのを聞いてます。ああ、そうですか。ラジオ、マスターズレ、はい、ラジオ。まあ、うん、サイマルでマスターズのインホームページターネットの中にありますけど、インターネレディオですね。ットのラジオですから。なるほどね。それはね、喋ってる人たちは国際映像を見ながら喋ってますから、はい。たまにリンクするんですよ。ああ、なるほど。でもマジ松山君のリックス。ハイライトが日本人が映ってるときはリンクしないんですよ。あはははなるほど。ただ、どうなんですか、ゴルフの中継の、喋りって、特にアメリカの喋りってのは私、全く知らないですけれども、日本と解説とアメリカの解説ってだいぶ違うもんですか？全く違いますね。要するに、まあ、あ今日のこの番組のスタイルで、小崎さんが MC で言いますけど、あ、はい。いわゆるプレイバイプレイのホストって言われる人は、もうほぼ喋らないです。要ああ、するに16番、竹小山でよろしくとよろ、か、17番、玉木さんにどうぞって、その17番映ってる時はもうホール担当の解説者に全部カラーコメンテーターに任せますから。そしてその時に何が起こっているか、誰がどういう成功をしたか、失敗をしたかとかっていうのを喋るわけですか？で、スタジオにいる、まあ、プレイバイプレイのそのホストのアナウンサーと、そこのメインのカラーコメンテーターが、それを聞き取って解説出して、喋ってる。ああ、なるで、バほどね。カみたいにゴールみたいな、入っはい。たとか、ホールインワンだとか、そういうのはないんですよ。なんか思わずええなーって言いそうになるようになりましたまあけども。もうそれはアメリカにいた18年間ずっとマスターズは向こうの CBC はい、が、はい。CBS が作った CBS ですね。CBS の中うん。継見てましたけど、やっぱり全然違いなるほど。ますよね。うああ、そうん。ですか。それはどうなんでしょうか。日本もそういうふうに変わるべきだっていう感じなんでしょうか。それとも日本は日本で仕方ないやっていう
ことですかね。まあ、男子に関しては、もう何も手つけられないでしょ。人気もないですし、あテレビ局さんいなかったらスポンサーもつかないしって話ですから、なるほど。女子は生まれる、変われるチャンスはあると思いますよ。はい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 。ただ喋り手っていうか、アメリカはやっぱりゴルフ専門のキャスターがいるんですよ、やっぱりね。ああ、なるほどね。ジムナンツとか、やっぱスポーツコメンテーター、カラーのスポーツ、でプレイバイプレイっていうか、MC やるホストになる人ってのは、やっぱヘッドハントされてでも連れてきたがるじゃない。はい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 。ちょっとタイプで、だから古舘さんとかも、プロレスね、やってて、はい、やなんかもういりました。いとは思いますけど、あれはちょっとアメリカに喋りすぎ。はああいうのはないんですよね。なるほどね。うん。ただ、なんつうか、専門のっていうと、日本ではプロ野球の選手だった人が解説者とはい。して出てきますけはい。れども、体が開いてますとかね、うん。こう軸がぶれてますとか、うん。なんかそういうことが、実は喋られたところで仕方がないんじゃないかっていうところがあって、メジャーの、解説聞いていたら、結構楽しく喋ってるんですよね。うん。で、一時、ファールフライを取ろうとした、放送のブースが映りまして、その時、網を持って、ファールフライを取ろうとしてたんですよね。それを、NHK の、アナウンサーが、あんなことをしていて放送ができるんでしょうかって言ったんですよね。なんて言いますか、遊び心のなさって、ちょっとゴルフの解説とは違うところがある。ああ、でもね、僕はどっちかというとアメリカ育ちの解説者ですから、はい。エンターテインメントだと思ってるんですよ。はいはいはい。でアメリカ、プロスポーツのその中継の、いわゆる解説者、まあ、アナリストって言ったりしますけはい、ど、慣れてた。はい。僕はずっと、うちのゴルフチャンネル時代の名刺には、僕たちみたいな解説者はカラーコメンテーターって書いてあるんです。カラーって。カラーってどういう意味で要するにすか？色をつける色です。色のコメンテーターなんです。カラーコメンテータそう。ー。それはカラーああ、コメンテーター辞書で調べてもらうと、スポーツにおける、うん。その解はい。説する人って出てくるんです。これスポーツだけなんですけどね、カラーってね。ああ、面白い言い方だ。知らなかったです。で、アナウンサーのこああ、とはプレイバイプレイ。要するに何が起きてるかを説明する人。僕たちプレイバイプレイ。なプレるほど。イバイプレイコメンテーター。で、僕たちはカラーコメンテーター。カラーコメンテーターですか？いいですね。もう日本の野球の中継はカラーは出てないですよね。まあ、もう出てな昔のいです野村さんとね。かね、ここら辺で、ああ、まあ、ありましたね。とかね、あああいうのは面白いれ見てた。ですけど、ああ、そうか。カラーコメンテーターね。イタリア語で言うとコロラチューラですね。コロチューラ。はい、ソプラノ歌手のはいはい。すごく色っぽい声出すっていう。なるほど、すごい。いやいろいろ、まだ、うろこがいっぱい落ちまました。ずいな、あんまり出しちゃったらな、これ。ちょっと、今のはいろいろ他で使わせてもらいたいなと思ってまますよ。ずいな、まずいな。ありがとうございました。はい。竹小山さん。って感じで。いや、ほんと3回にわたって面白い話いっぱいありがとうございました。まだまだありますよ。そうですね。また出てもらいます。それはもう年に1回とかじゃダメですよ。もう早く出てああ、わかりました。わかりました。それは必ず肝に銘じて、はい。呼ばせていただくようにしますんで。忘れた頃にメールしますから。どうなってるか。ああ、わかりました。よろしくお願いします。メールアはい。ドレスは変わってませんので、はい。従前のところでよろしくお願いします。本当に竹さんありがとうございました。ありがとうご楽しいざいます。はい。話をいっぱいいっぱい面白く、舌が回らない。ありがとうございました。はい。またよろしくお願いしはい。ます。はい。本どうも、お当に。疲れ様でした。皆さんご覧いただきありがとうございました。次回のフォーラム8プレゼンツ、玉木のスポーツジャーナリズムを楽しみにしていてください。それでは皆さん次のエピソードでお会いしましょう。さようなら。さようなら。